やっと着いたー。結局真夏の炎天下、1時間も歩くことになってしまった。地図上の直線距離はたったの1.5キロだったのに。ゆっくり JKR チャンネル。ねえねえマリサあんた確か魔法使いだったわよね？おう、確かにそうだが。よかった。じゃあ私の願いを魔法でちょ言って叶えてちょうだい。まあ暇だから話だけは聞いてやる。簡単なことだから気楽に聞いてちょうだい。嫌な予感しかしないがな。私の死ぬまでにやりたいこと100選のことは知っていると思うけど、前回、クヨンマウルの動画の際に一方的に知らされただ月にけだが。行きたい。は？私、月に行きたい。今からツッコミどころを並べるがいいか？どんとこい。私の魔法でレイムが月に行くことができたとして。いや、やっぱりやめよう。尺の無駄だ。じゃあ月に連れて行ってくれるの？いや、実際の月には連れて行かないが、ウプ主が韓国にある月に手が届きそうな街の動画を撮影してきたのでそれを案内してやる。ほへー、月に手が届きそうって？詳しくは動画本編で説明する。ここでは韓国ソウルにあるスラム街の動画とだけ言っておく。韓国のスラム街の動画は第2弾ね。なんだか楽しみになってきたわ。おう、では早速クソ雑魚な目くじのウプ主が気合で撮ってきた動画を元に解説していくぜ。よろしく。では村の入り口から始めるよ。道が2本あるね。どっちから行けばいいのかな？よくわからないが、ウプ主は左から入って右から出てくることに決めたようだよ。歩きながら104村について簡単に説明するよ。はい。レイムは韓国のスラム街と聞いてまずは何を思い出す？そうね、過去の動画の関係からもクヨンマウルを思い出しちゃうけど、普通だったらやっぱり1階部分が半分地下に埋まってしまっているアパートかな。そうだな、レイムの言う通り、まずは映画パラサイトで有名になった半地下の家を思い出すのが普通かな。で、もう一つスラム街といえばさっきレイムも言ったクヨンマウルだな。こっちの動画も面白いのでぜひ見てね。漢字では、昔香港にあったスラム街空論城と同じ旧友と書くが、韓国での発音はクヨンだ。そしてもう一つスラム街として有名なのが、タルドンネだ。タルドンネ？韓国の地名かな？韓国語ではあるが地名ではなくある地域を指す言葉だ。直訳すると、月の町だ。おっと、ここで月が出てくるのね。そうだ。なんだか、交通事故のようだな。バンパーをこすった程度のような感じだが。119と書いたオレンジ色の服を着ている人がいるが、119は韓国では救急と消防だ。はい、豆知識。必要かどうかは別として。ところで家の壁が随分カラフルね。そうだな、その辺もタルドンネの説明と合わせて話していく。とりあえず分かれ道は左の端へ進む方向で。で、どこまで話したっけ？ようやく月が出てきたところよ。そうだったな。タルドンネ、月の町がどういった地域のことか。1950年代の朝鮮戦争でソウル市内が壊滅的な打撃を受けたこと。1960年代のベビーブーム。その後のハンガンの奇跡と言われる高度経済成長で、ソウル市内は深刻な住宅不足と地価高騰に見舞われた。そこで、低所得者や地方出身者は地価の高いソウル中心部には住むことができず、ソウル市内ではあるが交通の便があまり良くなく、地価の安い山の斜面に住むようになった。そしてそこにもどんどん人が集まり、住宅が山の上の方へ増えていった。おっと、ここは人の家だな。引き返しだ。さすがに不法侵入はダメね。で、山の上の方へ町が大きくなっていく様を見て、誰が名付けたかは知らないが、月に手が届きそうな町、月の町、すなわちタルドンネと呼ばれるようになった。正式な統計はないがかなりの数のタルドンネがあったらしく、現在でも数箇所残っている。で、ここ104村もそのタルドンネの一つだ。このチャンネルでは今後他のタルドンネも紹介していく予定だぜ。おっと、これはチャンネル登録しておかねば、ちら。ここは行き止まりだな。生活感があるから住んでいる人はいる様子だ。生活感、あるか？ある気がする。
ねえマリサ、さっきから家の壁とかドアに赤い丸印があるけど何なの？ちょっとしたホラーを感じるんだけど。よくわからんが、例えば退去済みの家の目印とかかな。動画を見ながら検証していこう。あ、はい。さて、ちょっと戻って別の道を登っていくよ。あと、そろそろ104村という呼び方はやめるよ。104村の正式な発音はペクサマウルだ。住所がソウル市のウォン区104番地であることから、104村となり、韓国語の発音でペクサマウルとなる。固有名詞は現地の発音を使うこととしております。すごいセミの鳴き声も聞こえてるが、この日は真夏でウプ主はこの時点でもうヘロヘロだ。クソ雑魚な目くじの割には頑張ってるじゃない。話を戻して、ここペクサマウルは104村以外にも2つ名を持っていて、売りにしている。その名は白砂村、韓国語での発音は104村と同じくペクサマウルとなる。門構えのある家もあるのね。そうなんだ、クヨンマウルがバラックだらけだったのとはだいぶ違うな。もう一つペクサマウルとクヨンマウルの違いがある。クヨンマウルはバラックだらけとはいえ、ほぼ全てに人が住んでいた。しかしここペクサマウルは、この後上に行けば行くほど廃墟が増えてくる。でもここはまた立派な家ね。中を見るともう使っていないであろう大きな遊具があるが、人が住んでいるかは判別不可能だな。門の開き方が人が住んでる雰囲気を出してはいるわね。だな。車もさっきから結構立派なのが多いわね。それは現在の韓国での良い車ブームを表していると思われる。現在韓国では、住居費やその他の生活費を削ってまで良い車というステータスを得ようとする人が多い。日本も、30年前はそうだったのよね。その通りだ。韓国に住んでみるとわかるが、車の件に限らず、韓国人の情緒的な部分は、日本の10年、20年後を追っている感じなのを肌で感じる。さて、割と綺麗に整備された公園を抜けて裏道に入っていくが、この辺から廃墟が増えていくぞ。なんだかドキドキしてくるわね。これは住んでいる人いるのかしら。さあな、割れたガラスを取り繕っているところを見ると住んでいる人はいるのかもな。かなりギリギリの線ね。今右側にちらっと見えたコンクリートの建物は完全に廃墟だな。上下の分かれ道は迷うことなく上へ。住民が見えたわね。失礼かもしれないけど、ここに住んでいる人って、自宅から出かけるときや自宅に帰る際、廃墟をいくつか横目に見ながらになるのよね。一体どんな気分なのかしら。そうだな、想像つかないな。ここは廃墟かな。庭の植物は手入れされている気がするが、家は廃墟で間違いないな。これ、手入れされてるって言えるの？季節柄元気な植物が多いからウプ主の目にはそう見えただけかも。さて、もっと登っていくよ。行き止まりね。この行き止まりの家は両方とも人が住んでいてもおかしくない感じかな？そんな感じがするな。ドアは下の方が腐ってはいるが、許容範囲だな。なんか感覚が麻痺してきてる気もするけど、丸印もあったし。さて、降りるのではなく横道にそれるぞ。ここにも綺麗な絵があるわね。その説明がまだだったな。これは簡単に言えばイメージアップだ。ここペクサマウルは再開発地域に指定されていて、多くの住民がすでに去っている。そのせいで廃墟が増えている。しかし近年になって、ノスタルジーを感じるという風潮が増えてきており、再開発といっても全部取っ払って近代的にするのではなく、
現在の街並みを活かしながらの再開発という向きになりつつある。ついでに観光地化もしてしまおうという、また韓国人のたくましさが滲み出る動きになっている。ほへー。おっと、ここは仏教施設かな。そう思ったんだが、いわゆるお寺のような施設はなかったんだ。代わりと言ってはなんだがちょっと奥に立派な家というか施設があった。これって、新興宗教の施設だったりするんじゃない？ウプ主もその可能性を考え、深く詮索せずに退散することにしたようだ。さすがにそれは正解ね。ウプ主がどうなろうが知ったこっちゃないけど、日本人がうんちゃらかんちゃらとかの記事になったりすると面倒だもんね。ああそうだな。一般市民でも日本人だと叩かれやすいのは事実だし、万が一は色々な人に迷惑をかけることになる。だったらスラム街に行くこと自体どうなのよ。それぐらいなら問題にならないし、万が一の対策もある。ここは教会のようね。そうだな。さっきの仏教施設っぽいところから少し下ったところだ。でもちょっと使われている雰囲気ではないかも。ああ、窓もガラス張ってないしな。ここにも丸印があるわね。なんかドアが開けられそうな気がするんだよな。ちょっと怖くない？廃墟である確信があったので開けようとしてみましたが、開きませんでした。ちょっとほっとした。完全に廃墟ね。だいぶ前から廃墟って感じだな。二重丸印まで出てきたわね。ああ、ここには韓国語で危険と書かれている。寄りかかったら倒れてしまいそうだ。危ないわね。二重丸。丸。どうやら危険度合いを示しているんじゃないかしら。そんな気がしてきたな。住民が退去済みかどうかの印かと思ったが、それだと丸と二重丸の違いがわからないしな。ここなんか銃撃を受けたみたいになってるわよ。だな。さて、入り口から見て村の左部分の探索が終わったので、今度は入り口から向かって右側の道をゴールにできるように向かう方角を設定していこうと思うぜ。そううまくいくのかしら。まあウプ主のことだ。あまり期待せず見守っていこう。むしろ盛大に迷ってほしいまであるわね。来た道を戻りつつ、こちらから見て左かつ上に行ける道があるといいんだが、ありました。それはよかった。ここにもまた絵があるわね。孫悟空と金トーンかな？ちょっと違うような気もするな。後日ウプ主が韓国人の知り合いに聞いてみたところ、わからないとのことだ。おそらく創作物だろうとのこと。上の方は行き止まりっぽいので、右にそれていくよ。ここは単なる塀に丸印ね。やはり退去云々ではなく危険度や強度を表しているので間違いないな。ここでまっすぐか右かで迷うところだよ。ウプ主は右を見た瞬間に右に行くことを決心するがな。じゃん。ってなんで？ウプ主にはこの坂が病院坂に見えたようだ。病院坂って、金田一耕助シリーズの？そうだな、横溝正史先生の病院坂の首くくりの家の映画に出てきた坂だな。
ほんと好きね。ただでさえ死にそうなところにさらに大変な道を選んでるじゃない。とはいえ、そろそろ頂上かもしれない雰囲気にもなってきているな。そうね、建物の廃墟率も高くなってきている感じ。この辺はもうほぼ 100% 廃墟だな。人が住んでない家だらけって、昼間でもちょっと怖いわね。さて、いよいよ頂上って感じだ。どうもこの辺は遊歩道と繋がっているらしい。右に行くと、春宿近隣公園というところのようだ。まあ趣旨が変わってしまうので、戻ることにする。と、背伸びしてカメラかざして一回転。よいしょっと。これ以上上はないようだな。もうそろそろ限界です。頂上からの景色はこんな感じ。向こうの山肌にはお寺が見える。ちょっとわかりづらいがな。では下っていくよ。ほい。この辺もほぼ廃墟のみね。それにしても完全に迷路ね。ここに住んでいる子供たちがいるのであれば、ぜひ一緒にかくれんぼ対決したいわ。鬼ごっこの方が面白いかもだぜ。それもいいわね。もうすぐ出口だけどアイス食べながら休憩させて。ほぼ入り口にまで戻らないと売店どころか自販機すらないよ。過酷ね。これ、炎天下で食べたら美味しそうね。さて、アイス食べて生き返ったところで、うまく入り口から見て右側の道に出られるかな。これはうまくいったんじゃない？どうやらそのようだな。方向感覚は普通に持っていたようだ。ところでマリサ？いろんな珍しい場所を見られたのは良かったけど、私、ペクサマウルが夜どうなっているかも見てみたいわ。それは私も同感だぜ。いや、お前たち何を言っているんだ。明らかにいろんな危険要素が詰まっているとは思わんのか？しかも夜の廃墟とか怖すぎるし、家からも遠いし、一回帰ってから、来ました。気合入ってるわね。では早速夜のペクサマウルを見ていこう。昼間と同じく左側から入っていくよ。昼間通ったルートを完璧に覚えてはいないけど、最低限、気になる4カ所は回っていくよ。どこかな？庭に大きな遊具があった家、次に宗教施設っぽいところ、あとは病院坂と頂上かな。もちろんその途中で気になるところは見ていくよ。よしばっちこい。ちなみにタルドンネだが、過去色々なドラマや映画の撮影にも使われている。代表的なものだと、日本でも人気だった韓国ドラマ、マイディアミスター、私のおじさんで、歌手の IU が演じたヒロインが住んでいた場所がタルドンネなんだ。ほへー。ドラマ内ではここペクサマウルのようにソウル市内のタルドンネの設定だが、実際に撮影が行われたのはインチョンにあるタルドンネとのこと。生きるのに必死な貧しい女性職員と、優しい男性管理職との恋物語ね。ああそうだな。歌手の IU の演技力が高く評価されてたな。と、話を戻して、ちょうど庭に大きな遊具があった家の前だ。門が閉まっているわね。
そうだな、中を見ることはできないがどなたかがお住まいになっているのは間違いないな。子供たちが巣立っていって遊具は放置されたって感じかな。そうだな。で、昼間は下ってきた道を登っていって宗教施設を目指すぞ。それはいいんだけど、ちょっと暗すぎるんじゃない？ああ、横には真っ暗な中に廃墟があって、肉眼だと見えていたが動画だとかなり見えづらいな。なんか白い建物というか塀が街灯に照らされているわね。位置的に、廃墟になっていた教会だと思われる。そうね、なんだか見覚えあるわ。間違いないな。進むよ。グッドラック。さて、宗教施設事実不明に着いたぞ。大丈夫かしら？お分かりいただけただろうか。2階のベランダに人影が。ここは撤収だ。そうね。ちょっと早歩きで来た道を引き返して公園まで来たよ。ここで昼間と同じく公園を横切って路地に入るよ。お分かりいただけただろうか。なんで赤いランプが点滅してるの？さあ、誰かが公衆トイレを使っているのだろうか。でも電気ついてないわよ。こういう時は撤収だ。ラジャ。さて、過去のことは忘れて先に進もう。ここは昼間も見た住んでいる人がいるかいないか判別不可能だった家ね。そうだな。でも実はこの瞬間に主はフラッシュバックで思い出したのだが、実は壁に出入り禁止と書かれていた。人は住んでいないということだな。はい、ご苦労さん。そしてここは昼間は左に曲がって行き止まりや、宗教施設にたどり着いた分かれ道だな。ということで今度は右だ。ここ進むの？これ以上ないくらい真っ暗だけど。ちなみに主は後日ここでさっきの公衆トイレから出てきた何者かに追いかけられる夢を見たそうだ。ちびりそう。撮影時は一生懸命で恐怖は一切感じなかったらしいが、撮影後数日間はところどころ思い出すたびに背筋がヒヤッとする思いを何度もしたそうだ。撮影中にふっと我に返る瞬間がなくてよかったわね。ところで、正面に赤い光が見えているけど、あれは何なの？トラックみたいだな。工事現場かな。昼間は来なかった場所ね。ああ、本当はもう少し下で右に曲がるんだが、赤い光が見えたので近づいてみた。随分立派な建物があるわね。病院かしら。ゾンビとかが出てこないことを祈るわ。春季福祉協会と書いているな。ほへー。こっちはトラックで確定だな。荷台に重機を乗せている。さて、では少し戻って昼間も通った路地に向かおう。正面の家はどなたかお住まいのようね。電気がついている。手前は丸印なので無人だろうけど。だな。ちなみに通りのお向かいさんは廃墟だ。病院坂の入り口の2軒も廃墟だな。
少し登ったら住民がいらっしゃる家が1軒だけあった。1軒ということは、その他は廃墟ってこと？廃墟かどうかは確定ではないが、少なくともこの1軒の他に電気がついている家はなかった。ちなみに時間は夜の9時頃だ。なかなかの住環境ね。ああ、何かを極めてからでないとここに住む決心はつかないな。ここを左に曲がれば頂上方面だ。ここから上は全て廃墟であること確認済みだが、なぜか車があるな。病院坂の途中の家の人の車かな。私なら坂の下に止めるがな。確かに。ちょっとした謎ね。話は変わるが、どうしてもペクサマウルに行ってみたいという人のために、最寄りの地下鉄の駅はハゲ駅だ。ハゲ？覚えやすいだろう？ウプ主にとっては明日は我が身で笑い事ではないがな。あと、動画冒頭でもあった通り、ウプ主がハゲ駅から歩いた結果、道がややこしくて1時間かかった。素直にバスに乗ればよかったんだがな。終点なのでわかりやすいしな。詳細は概要欄に載せておくぜ。ここは絵に描いたような廃墟ね。しかしよくこんな怖いところに夜一人で行けたわね。意味不明な使命感に燃えていたそうだぞ。アホね。さあ、遊歩道にぶつかったし、下山していこうか。昼間の経験を活かしてうまく入り口から見て右側の道から出てこられたようだな。そうね。では今日はここまでにするがレイムよ。どうだった？そうね、昔は本当に貧しい人たちが厳しい生活を送っていたのが感じ取れたのと、今はノスタルジーを感じるというのも理解できたわ。不思議な魅力があるところね。それはよかった。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。See you. See you. 帰りはバスで帰るぞ。ご自由に。